はい、来たよ。どうぞ。はい、奥多摩周遊道路の現実でございます。はい、現実でございます。奥多摩周遊道路ね。皆様もね、うまく道を譲ってみてください。一番ケツの座りのいいところ、ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い。ケツの座りの悪いと書いて、憤りの酒を垂らせばのケツの座りの悪いところではなく、ケツの座りのいいところですね。それが非常に絞られてる。はい、というわけでですね、Z900RS 奥多摩周遊道路でワインディングのインプレッションをやっていきたいと思いますが、毎回ね、この看板を見ると非常にね、心が引き締まる思いがします。なのでね、制限速度40キロですから、まずはね、50キロ超えないぐらいのスピードでどんな感じなのかというのをね、レビューしていきたいと思います。まずはですね、心地よくこう走ってますね。あまりスピード、40キロから50キロの間ぐらいで、あんまりこうギアも考えないで心地いいところで走ってると、3、4だとなんかすごいね、全然大丈夫なんですけど、すごい低回転みたいなね、感じになるんですよ。全然いけますよ。いけますけど。なので、3434みたいな感じになりますかね。で今45キロぐらい。じゃあ回転数を伝えていきましょうか。45キロ4速で2500回転、3速だと2800回転ぐらいかな。2速だと3500回転ぐらい。そんなにね、回ってますよ、やっぱり。回ってんなーみたいな感じがするね。もうちょっと低い回転で走りたくなりますね、ゆっくり走ってるときは。やっぱ3速のこの音良くないですか？今3速なんですけど、45キロ、2800回転ぐらい。ね、いい感じの音ですよね。4速になると、もうちょっと静かになって、なんかちょっとシフトダウンしたくなるな。4速が2500回転、5速が2200回転ぐらい。まだいけるね。6速いける？うわ、厳しい。あ、いけんな。6速45キロが1600回転ぐらい。すげえな。全然いけるぜ。ノッキング、怪しいね。ノッキング怪しいけど全然いける。すごいね、このエンジン。お猿ちゃんがいましたよ。はい、親子こんにちは。子育て中ね。うちと同じね。頑張ってね、子育てね。では心地よく法定速度内で走っている時の車体の挙動ですね。コーナーの感じとかサスペンションの感じとか、今あんまりね癖のあるバイクもないですが、例に漏れず Z900RS も非常に癖がないですね。ザ乗りやすいですよ。ザ乗りやすい。ただね、これね、総評のところ、ファーストタッチ総評燃費報告のところで言おうと思ってるんですけど、
意外とね、ギアチェンを例えばこう45キロぐらいのゆっくりとしたスピードで2、3、4とかって変えていこうと思うと、意外とね、ギクシャクするのよ、このギアというかエンジンというか、戻りが速いのかな、よくわかんないけどね、こう回転が下がるのが速いのかもしれない、ちょっとわかんないけど、すげえギクシャクして、ギクシャクしないように乗ると、すげえスピードが出るっていう、ゆっくり走ることを車体が許さないみたいな、ギアチェンしてるときね、同じギアでゆっくり走るのは全然走れるんですけどね、なんかギア、特にシフトアップがね、なんかギクシャクしやすいな、うまく乗れない。アクセルをあまり戻さないように乗るのがね、今のところうまく乗れてますけどね、僕は。これはね、ファーストタッチ総評燃費報告の方で報告させていただきます。で、このくらいのスピード領域で、路面のガタボコとか、どういうふうに拾っていくかっていうと、これがね、高速道路のところでもお伝えしたんですけども、非常にね、滑らかなのよ。ゴツゴツ来ないの、あんまり。こういうね、ゼブラとかあるじゃないですか。ゼブラ踏んでも、そんなにこうガタ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 来ないよね。まあ、もちろん来るんですよ。来るんですけど、ゼブラ越えてるみたいな感じにはならないですね。で、ここ橋の継ぎ目があるんですが、どんどん、どんどん、まあ多少ね、多少がどんどんとは来ますけども、突き上げてくるような感じはないですね。そしてね、上りだとブレーキをする機会もほとんどないんですけど、ブレーキもね、非常に扱いやすいね。ほら、今の段差とかね、トントンとね、越えるけど、優しく越えてきますね。ブレーキも扱いやすいんですが、下りでね、ブレーキはちょっと評価したいと思いますけども、こう結構長いコーナーなんですけど、もう体をこうインに預けていくと、そのままもう行ってしまいますね、すべてが。素晴らしい。スーッとね、こう体をインに預けていったら、もう出口と。もう出口ですね、もう出口。素晴らしいね。気持ちいい。何にもしてない。セルフスティア。ほんと何にもしなくていいね、これね。さあさあ、そしてですね、こちらですね、奥多摩唯一の直線となっております。ちょっとね、常識範囲内で開けてみたいかなと思います。ちなみにね、最初乗った4年前、5年前、開けられませんでした、私。はい、では行きます。ダメだダメだダメ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 だダメだ、これはダメだぞ、これダメなやつだ。これはダメなやつです。さあ、常識範囲内で気持ちよくね、開けていきましょう。おー、切り返しも軽い。あ、ブレーキ扱いやすいぞ。ブレーキ扱いやすいじゃないか、すごい。あら、これ切り返しが軽いんだ、こんなに。おお、軽い。これは印象が全く違うよ。ちょっと飛ばすと。あのスピード領域でも軽いもんな。ダメだ、怖くて開けらんねえや。うわ、寝るな。スピード出ててもすげえ寝る。お、切り返し軽い。
粘る。足がすげえ粘る。うわ、粘るな足。さあギャラリーコーナーです。一足だったいや、もういいわ、お腹いっぱいだわ。ちょっとね、こんだけのパワーがあるバイクはちょっとね、開けられないので、ちょっとまあ心地よくね、常識範囲内で走らせていただきましたが、スピードが出た状態でも軽くてびっくりした。ちょっとブレーキが唐突に効かない、すごい扱いやすいブレーキですね、これ。はい、それでは奥多摩周遊道路下り行ってみたいと思います。下りになると今度ね、エンブレ、それからブレーキ性能ですね。それからですね、やはりフロントフォークが立ちますからね、挙動が少しねクイックになったりとかするバイクもあります。その辺をお伝えできたらいいかなと思いますね。まずはこう4速、どうだ3速だとあれか、奥多摩周遊道路の下りって結構ね勾配あるんですけど、3速だとね、さすがにこうねギクシャクギクシャクするよね。今45キロなんですけど、45キロをキープしようと思ったらアクセル開けないといけないしっていう感じね。4速、ああ4速いいね。4速いいですね。ちょうど緩やかにスピードが落ちてきますね。5だとどう ?5 だと OS2000、 5だとエンブレは多少くけどほとんど感じないぐらいな感じだね。やっぱ4がいいですね、下りはね。で操作性が変わるかと、どうでしょうね。コーナー特にこう切れ込むような素振りもないし、極めてニュートラル、上りと変わらないですかね。ちょっとここコーナーきついコーナーなんで、ちょっとどうでしょうかね。スッと、はい、あんま変わんないな、上りも下りも。そんなに挙動が変わるバイクではなさそうですよ。ナチュラールですね、ナチュラール。同じようにこうね、2グリップ通して荷重をインに向けていけば、そのままインに向くと、スッとね、こうね、何の問題もありゃしない、すべておいらが悪いのさ。悪くないんだけどね。でね、僕ね、Z900RS ね、素晴らしいと思うのは、何回かお伝えしましたけど、リアブレーキですね。もうね、この手のクラスは、フロントブレーキなんてもうガチ効きするから、扱いやすいかどうかだけなんですよ、フロントブレーキは。で、それ後ほどやるにして、だからこういう長い下り坂あるじゃないですか。で、スピードが徐々にこう出てきますよね。でリアブレーキで基本的にはね速度調節とかするんですけど、リアがね効くのよ。リアが効くの、これがいいよね。リアほんと効かないバイクあるじゃないですか。ガーって踏んでもね、なんかこれ効いてんのこれみたいなね。こう姿勢を安定させるためにリアブレーキってすごく重要なんですけども、それだけのためについてるようなブレーキ、精度を考えてないというかね、そういうブレーキ多いですよね。 Z さんはね効くんだわ、リアが。これがねもうほんと好感持てます。フロントブレーキこれでもほとんど使わないもんね。オレンジ色のクラウンってあるのクッとね効くんだわね。多分 ABS とかカーって効いちゃうと思うんだけどな、これ。コーナーの手前でリアブンブンブンと踏んでね、でちょっと引きずりながら入ってってみたいなね感じでこう落ち着かせたりとかするわけですよ、オフ車の場合。この手のクラスでそこまでやる必要はないと思いますけど、
ここちょっとまっすぐで、ちょっと踏んでみましょうか、リア。せーの。ほら、もう全然、もう、ちょっと乗っけてるだけですよ。せーの。今のでもう ABS 効いてますからね。もう心強いですね、こんだけ効いてくれると。もう一回やってみようか。せーの。ほら。大してね、踏んでないですよ、今。よくつま先立ちになってガーンってね、つま先立ちゴーンって踏まないと効かないのあるけど、Z3 はね、いいですわ。うわー、すげえ。しかも、ABS がすごいこうナチュラルにこう、バババババって効くね。どうもー。なんかこれ聞いてんのみたいな、キューキューキューみたいなのあるけど、ダダダダダダって細かく制御されてますね。では、対して、フロントブレーキはどうかというところなんですけど、まあ、さっき言ったように鬼効きします。鬼のように効きます。ただ、扱いやすい。これね、初期です。この右足で僕ね、中指1本で大体かけるんですけど、このね、初期のね、効きが、タッチ、すごく優しい。ぼかしてやるのよ。この初期、ここね、すごい扱いやすい。ただ、その奥ね、グッていった日には、あんたもう大騒ぎだよ。あんた大騒ぎだっていうのは聞きますね、これ。グイって、うわってきますよ。すげえ効く。制動力に関して不満はまあ1ミリもないですわな、これは。制動力申し分ない、上り下りそんなに操作性変わらないナチュラル、何の文句をつけよう文句のつけようがないでございますよ、これは。やっぱちょっとリーンウィズ、もしくはもうちょっと体をインに入れた感じのライディングがいいですね、やっぱこれはね。なるほどね。今ね、ちょっと気持ちね、常識範囲内でちょっと開けてみたんですけど、上りだとさ、トラクションがかかりやすいじゃん。上ってるからね。だけど下りだとトラクション抜けやすいんですよ。で、コーナーとかで、ちょっとこう駆動欲しいな、トラクション欲しいなっていう時に、ちょっと開けるじゃないですか。その時のね、アクセルの突きが非常に唐突なんだな。これが何、ドンつきっつうのよくわかんないけど。だから、その微妙にこうバンクしてるときに、トラクション欲しいってときにこうドーンって入りやすい。こういうところで、こう今2速ね、こうちょっとこうアクセルをこう開けたいんだけど、さっきみたいにちょっと開けただけでもこうドーンっていっちゃうんだよね。それがちょっと怖いかな。だけど上りだとそこまで感じないんだよな。こういうところでちょっとアクセル開けたいの、こうやってちょっとアクセル開けてこう調節したいんだけど、その調節の時がなかなかちょっと難しいかな。自分がこう冷静に走っていないと、すげえ音してんなあれ自分が冷静に走ってないとアクセルドーンってこう開けちゃうとやっぱうまく乗れない、このバイク。ほんのちょっとでもね、開けただけでもこうドーンっていくからね。すごく自分が冷静に右手のこのスロットルに集中していかないとドーンといきやすい。そこだけだな、怖いの。うん。でもめっちゃ気持ちいいわ。
やっぱりコーナーリングマシーンって言われるにはちょっと速すぎねこいつ速すぎるよね。だってさ、200キロちょっと、215キロでしょ、110何馬力じゃないですか。どう考えたってさ、1馬力で2キロ動かしてるわけでしょねえ。でさ、クロスカブで換算したらね、まあ、約100キロって考えたら、クロスカブが50馬力あるってことなんですよパワーウェイトレシオ的に言うと、クロスカブ8馬力だからね要するに100キロぐらいの車体に 400cc の50馬力ぐらいのが乗っかってるってことでしょ。そりゃどう考えたって大騒ぎだよ、大騒ぎ。とんでもねえ馬力だもんな。特に Z さんの場合には開け始めがすげえズドンいくから、そこがちょっと制御できればね、こういうところね、ああいう風にこう立ち上がりでこうグイって開ける分には全然いいんだけど、コーナー途中でね、こう微妙にこういうね開け閉めをするじゃないですか。それがねちょっとなかなか難しいかな、慣れだとは思います。というわけでですね、チャンネル Z900RS ですね、ワインディング上り下りとやってまいりました。まあまあね、絞り出して文句言いましたけど、すげえいいバイクです。すげえ楽しいです。ここまでのパワーはね、まあ持て余して当たり前なんですよ。使えるわけじゃないからね。ちょっともうちょっと扱いやすいパワーの出方だったらいいのになという感じもするし、もしかしたらね、これはワイヤーですけど、まあ本当に近い将来にバイワイヤーになってドライビングモードとかができてきてナチュラルになる可能性もありますよね。そしてですね、 Z900RS に関しましてはですね、足つき取り回しポジションチェック、それからこのワインディング道路、そしてですね高速道路、そしてファーストタッチ総評燃費報告というですね4つの動画に分かれております。概要欄に貼り付けてありますので、それを全部見ていただきますと Z900RS さんに関してほぼほぼ分かるんではないかなと思います。もしまだ見れない場合はですね、まだ公開日になっておりません。公開日を待って見ていただきますとありがたく思います。そしてです、ここが大事でございます。止まれ。マサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をお願いいたします。実はですね、わずかな広告収入がですね、レンタルバイク等の資金になっておりまして、非常に助かっております。もっともっと皆様がですねチャンネル登録をしていただきますと、もっともっとたくさんのバイクに乗れるでございます。そうするとですね、ますます皆様にためになるチャンネルになると思います。ぜひ可愛い女の子の元ブロガーだけではなく、あなたと同年代のおじさんもチャンネル登録をお願いいたしますそれではマサチャンネルこれにてバイナリー。